霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著53雨の龍神。滝の修行場では私が実際滝にかかったかとおっしゃるか。かかりはいたしませぬ。私はただ滝の音に溶け込むようにして心を静めて座っていたまでで、そうすると何とも言えぬ。無我の境に誘われて行き、雑念などは少しも来さしませぬ。肉体のある者には水に打たれるのもあるいは結構でございましょうが、私どもにはあまりその効き目がないようで。また指導役のおじいさんも、滝にはかからんでもその気分になればそれでよいとのお言葉でございました。ある日、私が統一の修行に疲れて滝壺のところへ出てぼんやり水を眺めておりますと、ここの龍神様がまたもや例の白衣姿で白木の長い杖をつきながらひょっくり私のそばへお現れになりました。ちょうど良い折であるから、そなたを上の山へ連れて行って一つ大変に面白いものを見せてあげようと思うが。面白いものと言ってそれは何でございますか。自分についてくればわかる。そなたはせっかく修行のためにここへよこされているのであるから、この際できるだけ何かを見聞しておくがよいであろう。もとより拒むべき筋合いのものでございませぬから、私は早速身支度してこの親切な老いたる龍神さんの後について出かけることになりました。滝の右手にくねくねとついている狭い山道、私たちはそれをば上へ上へと登って行きました。見るとその辺りは老木がぎっしり茂っているごくごく寂しい深山で、そして不思議に小玉のよく響くところでございました。ようやく山林地帯を出抜けると、そこはもう山のてっぺんで芝草が一面に生えており、相当に見晴らしの効くところでございました。実は今日ここでそなたに雨降りの実況を見せるつもりなのじゃ。と申して別にわしが直にやるのではない。雨には雨の係がある。そう言って滝のおじいさんは目を閉じてちょっと黙祷をなさいましたが、間もなくゴーッという音がして、それがあちこちの山々にこだましてややしばらく音がやみませんでした。と見ると向こうに一人の若い男の姿が現れました。年の頃は30ばかり、身には丸みがかった袖の浅木の衣服をつけ、そして膝のあたりでくくったやはり浅木色の袴を履き、足には草履に足袋といった甚だ身軽ないでたちでした。髪は茶筅に結っていました。これは雨の龍神さんが化けて出たのにそういない。一目見た時に私はすぐそう感づきました。不思議なもので、いつ覚えたともなく、その頃の私にはそれくらいの見分けがつくのでした。おじいさんは言葉少なに私をこの若者に引き合わせた上で、今日はご苦労であるが、わしのところの修行者に一つ雨を降らせる実況を見せてもらいたいのじゃが。承知いたしました。若者は快く引き受け、直ちにその支度にかかりました。もっとも支度といっても別にそううるさい手続きのあるのでも何でもございませぬ。ただ上の深海に真心込めて祈願するだけで、その祈願が叶えば深海から雨を賜ることのようでございます。つまり自然界の仕事は幾段にも奥があり、いかに係の龍神さんでもご自分の力のみで勝手に雨を降らしたり風を起こしたりはできないようでございます。それはさておき、年の若い雨の龍神さんは滝の龍神さんと一緒になって口の中で何か唱え事をしながらややしばらく祈願を込めていましたが、それが終わると同時にぷいとその姿を消しました。あれは今流体に戻ったのじゃ。とおじいさんが説明してくれました。流体に戻らぬと
仕事ができぬでな。そのうちじきに始まるであろうから、しばらくここで待つがよい。そんなことを言っているうちにも何やら通信があるらしく、おじいさんはしきりにうなずいておられます。何か差し支えでも起きたのでございますか？いや、そうではない。実は深海から雨を降らせるについては、同時に雷の方も見せてやれとのお達しが参ったのじゃ。それで今その手はずをしているところで。まあ、雷でございますか。ぜひそれも見せていただきとうございます。